お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の機械化部隊の開発に貢献した、砲兵トラクター、牽引車の黎明期について解説をする。このチャンネルは、帝国陸軍の結構マニアックなところ追求しているけど、今回の牽引車ってのはよりマニアックだな。というか牽引車って何？砲兵トラクターという呼び方の方がわかりやすいかもしれない。陸軍の運用する火砲が重量化するに伴い、馬筆での火砲の輸送が難しくなったんだ。そして、馬筆に代わって装甲車両で火砲を輸送することが主流になっていったんだ。これが軍用の牽引車だよ。それほど重量のない火砲なら解体して馬筆でも輸送できたんだけど、特に野戦部隊の運用する野戦銃砲などが開発され、実戦に投入され始めると、馬筆よりもより効率的で機動力のある輸送手段が求められた。その需要に応えたのが、装甲車両としての輸送手段である、牽引車、すなわち砲兵トラクターだ。帝国陸軍が砲兵トラクターに関心を持ち始め、実践的な研究開発に乗り出したきっかけは、ご多分に漏れず、第一次世界大戦だ。戦車の初登場も第一次世界大戦だったな。第一次世界大戦の欧州戦線で展開された激しい砲兵戦、野戦砲の重量化を、艦船武官を通じて知った帝国陸軍は、本格的に砲兵トラクターの研究開発に乗り出すことになる。まずは、砲兵トラクター先進国の実物を輸入してリサーチすることから始めた。戦車や軍用トラックの開発黎明期と全く同じだな。火縄銃もそうだが、そこが日本の良さでもある。砲兵トラクターを輸入して研究に乗り出し、その研究結果をもとに国産化に乗り出すという、帝国陸軍の戦車開発と全く同じ軌跡をたどったんだ。そして、大阪砲兵工廠が製造し、帝国陸軍が初めて国産して実戦配備した砲兵トラクターが、3トン牽引車だ。砲兵トラクターの主要な役割は野戦銃砲の運搬なんだが、3トン牽引車は、帝国陸軍の野戦銃砲兵部隊が運用する、10センチ下農砲の牽引を予定していた。ちなみに、砲兵トラクターによる運用を前提に開発がされた、92式式10センチ下農砲の初陣はノモンハン事件であり、終戦まで野戦銃砲兵部隊では重宝されたらしい。そのカノン砲の重要な相棒である砲兵トラクターの初代が、3トン牽引車というわけだな。陸軍技術本部が本腰を入れて設計、実用試験、修正、実用試験を繰り返したこともあり、完成した3トン牽引車は、帝国陸軍が輸入したアメリカのホルト牽引車を上回る性能を示した。具体的には、ホルト牽引車を速度において上回り、停車しない状態でも変速が可能という代物だった。初号機なのに優秀じゃないか。しかし、完璧じゃなかった。故障がめっちゃ多かったんだ。それは致命的になりかねんのじゃないか。なので3トン牽引車は大量生産の上でバリバリ実戦配備するという結果にはならなかったんだ。でも、3トン牽引車の開発に自信を得た陸軍技術本部と大阪砲兵工廠は、戦車開発に邁進をするきっかけを得たという指摘もあるので、3トン牽引車が、帝国陸軍の機械化に与えた影響は大きいと思う。この3トン牽引車の開発成功を踏み台に、帝国陸軍は砲兵トラクターの第2弾として、92式式5トン牽引車の開発に邁進していくことになる。さて、今回の解説はここまでだが、戦車や装甲車両を中心にした機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気候情報号のチャンネル登録とともに、秋田号もご覧いただけると嬉しいです。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。